こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。最近ちょっと動画上げたり上げなかったりしてますけど、毎日ね日本で講座をとかやったんですけど、そのねフォロー会みたいなのをこうやったりしてるんですよ、ズーム使って。それでね、結構毎日毎日っていうかちょこちょこやってるんですけど、内容がね同じようなことが出てきたので、それをちょっとシェアしたいなと思っています。でね、物事が続かない。買った。おお、スマイルボール買った。物事がさ続かないってあるじゃん。いろんなことが続かないっていうのは自分が秋っぽいからいけないのかなってさ思いがちだと思うんですね。そう私もさすごく小さい時から本当に秋っぽくて、なんでですかね、もうちょっとやったらすぐやめちゃうんですよ。なんかすごいさ高い買い物、例えばスキューバダイビングやってたんですよね。で機材とか50万ぐらいしたんですけど、買ってやめちゃうんですよ。もうなんか1回か2回使ったらもうすごい満足しちゃうのね。そういうのとか、なんかいろいろ資格取ったりとかいろいろやってもなんか満足しちゃうんですよね。あはははみたいな感じで、それで結局それ以上こうやる気がしなくて、次に意識が向いたり、やってる最中に次のものが興味持ったりしちゃうんですよね。なんていうのかな、一個のことに集中できないというか、これやってる最中にあれもこれもみたいな感じにいっぱいになってくるんですよ。それで今これをやってる時にこっちが気になってきて、こっちの方が気になっちゃうからこっちもどうでもよくなっちゃうみたいな、本当にずっとそういうことを繰り返してて、私もう物事が何も続かないんだなとかさ、もう親とかにもずっと言われてきたんですよね。秋っぽい、あんたは何もできない、何もできないっていうか続かないっていうのをよく言われて、秋っぽい、またなんか始めてもどうせ飽きちゃうんだからできないっていうか続かないみたいな感じで言われてきたんですね。だから私のこれ欠点なんだなってずっと思ってきたんだけど、こういうねスピリチュアルなことが分かり始めてから、こういうさことでよかったんだなって今思うんですね。でこれどういうことかっていうと、要はもうなんだろうなんていうのかな、分かっちゃうんですよね。だから一応さ、ほら宇宙人っていうかそうエネルギーで読み取っちゃうから、何かをこうちょっとやるともうねパパパパパって感じでちょっと分かっちゃうんですよね。あ、こんなもんかみたいな確認して、それでもうなんか12回やってもう満足しちゃうんですね、自分の気持ちが。意外とあ、こんなもんか。あとなんかこう回りくどいのものとかに面倒くさくなっちゃって、なんかもういいやみたいになっちゃうんですね。これは何でかっていうと、もうね宇宙人だからっていうかね、エネルギーで読み取ってもうね一瞬にして情報を取っちゃったりするようなところがあるっていうのかな。一瞬にしてっていうわけじゃないかな。でも早いんですよ、とにかく飲み込みが早いみたいな。器用貧乏とか言われてる人多いんじゃないかな。だから私もずっと言われてきたからね、器用貧乏。器用なことは悪いみたいなさ感じだけども、だからちょっとやったらすぐ分かっちゃうし、ある程度こうできちゃうんだけど続かないってやつね。こういうタイプの人は本当に分かりやすいんですけど、宇宙人だなっていう感じなんですね。ちょっとやったらもう読み込めちゃう、できちゃう、だからやる必要ないっていう感じなんですよ。それで大体ね、だから前世でもやっててそれを確認してたりするんじゃないかなと思うんですね。自分が前世でやってたことを、今世もやって、だってもう前世で学んでるわけだからね。それを一からもう学ぶ必要ないから、あ、こんなもんね、あ、これ知ってるみたいな感じになってるってことなんじゃないかなと思ってやってるんですね。今そんな感じでいるっていう感じなんですよ。だから例えばこうスピリチュアルなことをお仕事にしたりね、スピリチュアルいろんなこと学んだりしてる人も結構こういろんなところに行ったりして確認してんだと思うんですね。あ、こんな感じ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 みたいな感じで、それでやっぱこう続かないとかさ、いろいろ責めがちだと思うんだけど、要は前世でやってると思うから、
で前世で1回じゃないからね、やってるっていうのも同じようなことに興味を持つってことは、その分野を1回じゃないから、10回ぐらいとかさ、10回もしかしたら100回ぐらいやってるかもしれないよね。100回学んでてさ、また一から今世で学ぶって、もう学ばなくていいことの方がいっぱいあるってことなんですよ。本当に前世で学び済みみたいな、でそれをただちょっと確認してるみたいな感じですからっていうか、そんな感じなんじゃないかなって思いながら、自分の出来事とかを、自分で興味持つものとかを見てるんですね。それで辻褄が合わないっていうこともすごい多いんですよ。だからこれやってて、なんでこれに興味持つんだろう、でこれも興味あるしこれも興味あるしみたいな感じで、なんかこうあれもこれもこれもってさ、すっごい興味持っちゃうんだよね。で全部手出したくなるんだけど、これなんかどうすればいいか、普通だとさ1個に決めなさいとか言って、その1個に絞るのが難しいと思うんだけど、全部やっちゃうといいと思うんですよ。全部やると、なんかこれもやってあれもやってこれもやってこれもやったっていう感じでこういっぱいになるんだけど、要はやっていくうちに最終的にこれ全部がさ統合されるっていうか、なんだろう、最終的に生かす時が来る。だからハイヤーに乗ってる時っていうのはこういう感じで点が多いんですよ。なんでこれに興味持つんだろう、なんでこれに興味持つんだろうって感じで、今なんかいろんな、今私で言うとなんだろうな、すごい興味があることがね、まず旅に出たいですね旅好きなんですけど、バリに行きたいなみたいな、旅っていうかみんなに行きたいなっていうさ、海外の方にちょっと、海外住んでるけどちょっとねいろいろ出たいなって思い始めたんですね。で海外にも行きたい。あとこう、仕事でいうとこうインドにさお客さん呼びたいなって思い始めたんですよ。こういうのとか、あとはそうだな、そうだ、フラワーオブライフ、この辺全部ちょっと統一あるのかもしれない。フラワーオブライフのこう分かるかな、こういうマークの、あれがね気になってしょうがないとか、あとはなんだろう、今食べ物とかだとなんだろうな、好きなちょっと出てこないけど、とにかくあとこっちでやってるビジネスとかもあるんだけど、なんかさ、なんかよくわかんないじゃん。なんで旅行行きたい、なんか建物とか建ててるのになんで今旅行行きたいんだろうとかさ、フラワーオブライフで何やるんだろうとか、なんかこうすごいビジネスやりたいとかさ、そういう気持ちもすごい出てきてたりして、何やんだろう、私旅行行きたいんだからビジネスやりたいんだから何やんだろうって感じじゃない。でこういう時どうするか、全部やっちゃうんですよね。全部やりたいんだから。で結局やってるうちに全部が合わさってきちゃうんだよね、最終的に。いい風に進んじゃうってことなんですね。そうやってやればいいんです。これがね結構ハイヤーの進み方って感じだから、一見するとなんか統一性が全然ないんですね。統一性がないから、なんでこれをこんないろいろあれもこれもあれもこれもみたいになってんだろうみたいになるんだけど、最終的にはこれがねつながっちゃうんですよね。そんな感じだと思います。だから自分のさ、やっぱりこうやりたいっていうことを抑えないで、本当にこう一つに絞んなくていいんですよ。一つに絞らなかったやり方でよかったってことですね。これがこうハイヤーのやっぱり進み方っていうか、特徴だなって思うから、あれもこれもやりたいってなってる時っていうのはすごいハイヤーに乗ってるって思っていただくといいと思うんですね。で今まで続かなかったっていうのは要はなんていうのかな、自分自身がもう前世で経験済みっていうことが多いから、そんな自分の方で全然責める必要なくて、本当にさ100回さ学んできててさ、今世で学ぶ必要なんてないじゃん。ないのにさ、やっぱり一からやろうとするからさ、違和感があるんですよ自分で。嫌だな、やりたくないな、なんかこんな私は続かないなってやるんじゃなくて、もう前世で経験してたのかなとか、だから前世で結構経験してることがたくさんあるから、やらなくていいこともいっぱいあるんですよね。学ばなくていいこともなんかさ、基礎から学ばなくちゃとか資格取らなくちゃとかいろいろさ思いがちだと思うんですけど、そういうのも前世でやってたのかなって思うと、別に今世やらなくてもいいことがたくさんあると思うんですね。だから今自分がなんか
なんだろう、やりたいことにやっぱ集中してるといいと思う。こういうだから私もお仕事してますけど、本当にね自分で今やっぱ好きでやってるんですよね。それをねいつも確認してる。好きかな、やりたいかなっていうところを確認して、やっぱり好きだからやってる。すごく本当に好きなんですよね。でもこれが自分の中に違和感が出たらやめます。もうきっぱりとやめちゃうと思う。そういう感じなんですよ。まあ多分ずっと続けるんじゃないかな。根っから好きなんか前世からやっぱやってるみたいなんでね。こういうことがやっぱ好きなんだと思うんですけど、だから今自分がなんだろう、旬な気持ちっていうかさ、そういうのを大事にしてあげるといいと思います。あとはその物事が続かないっていうのはとてもなんかいいことって言っちゃいますよって感じ、いいことなんですよ。学ぶ必要ないし確認してるんですよ。あこんな感じ、あんな感じ、こんな感じ、あんな感じっていう感じでこうパパパパパって確認して、それでなんかこうさ、自分がなんていうのかな、そこから情報を取って次に進むっていう、ハイヤーの進み方ですから、それに邪視を入れないで進んでいただくといいんじゃないかなと思います。はい、じゃあまたね動画撮りたいと思います。ではでは。